今回はとあるお人形とにらめっこしていただきます。かなり怖いですが頑張ってくださいね。到着しました。到着しました。これは明らかにトイレですね。これ蔵ですね。
58年度ですよ。すごいですね。これ67って書いてある。1967年もの。すごいな。梅酒ね。飲まないですけど。すっごい古いですよ、これね。結核って書いてあるね。字もめちゃくちゃ古いですよね、これね。この広告見ると面白いでしょ、この古い広告ね。肺結核にって書いてあるんです。そんなんいつの時代ですかねって。面白いですよね、この古い新聞。
ああ、なんかちょっとね、あ、ちょっとゾーッときてる。霊的波動出てきたかな。何ですかね、これね。とてもご神体には見えないですね。まあ、こういうところね、いろんな食器とかね、あるでしょう。こういう古いもんね、触ると声出たりするんですよね。つくも神。これは何でしょう。アコーディオンかなんかの箱ですね。虫だと思ったあなた、よく見てくださいね。ほら、虫じゃなかったでしょう。ああ、食器類が多いですね。まあ来た。これも空箱ですね。はい、ここ。はい、ここ。これは影でしょうか。それとも霊の頭の一部でしょうか。髪の毛に見えます。先にゾワッと来たのはね、こっち見た時なんですよ。うん、こっちを映すとね、ザーッと波動くるんですよね。先にゾワッこれは何かの影のようにも見えますね。神様まだいるのかな。いるのかな。いるのかな。なんか、お人形だと言ってます。
この影も少し違和感。なんか、こっちでは白いのが飛んでました。影よりこっちの方が霊体っぽいですね。これ地下があるね。古いなこの時計も。これは農機具とかなんか物置になってたとこですね。すごいなここもね。地下ですねこれね、完全に縁の下ですよ。これはちょっと気持ち悪いかも。工具ですねこれね、いろんなね。
これは何だろう。ライトの先端かな。はい、行きましょう。風呂。これはトイレだね。懐かしいですね、このマジック。これね。床抜けちゃってるんです、これね。もうね、床がぶっさぶさでね、
いつ抜けてもおかしくないような状態、倒壊寸前ですね。霊的感覚はね、今あまりないかな。これダメです。これね、これダメですわ。これダメ。倒壊しちゃってるぞ、これね。すごいね。床がね、ぶっさぶさです。ここもやばいな。お寺ですね、やっぱりね、これね。やばいな、これ。床がね、いつ抜けてもおかしくない、これ。この辺大丈夫。児童心理学とか多いですね。こっちなんか来るな。お布団ですね。仏教の、経典でしょうね、これね。袴。お坊さんの袴っていうのはあれ、お坊さんの装束がいっぱいこう入ってるんですね、これね。
が書いてあるかよくわかんないですけどね。仏教書ですね。これさっきのトイレじゃないですか。小便器。結構おしゃれな電気ですね。何ですか、ニコちゃんマークみたいなね。ニコちゃんマーク。ここはね、普通のね、風呂ですね。釜風呂じゃないですよ。やっぱり比較的新しい感じですね。今の音は関係ないです。なんかちょっとゾワッとくる。なんやろ。子供のなんかタンスですね、これ。大正号とか。
さあこれ皆さんどうですか？なんか感じますかね？これすごいですね。寄せ書きですよ。国防婦人会って書いてあるね。国防婦人会、1932年に日本で発足した戦争協力や思想統制を目的とした婦人団体です。出征兵士の見送りや慰問袋の作成など、救護活動に携わりました。この寄せ書きは、軍艦の名前がいくつか見受けられますね。空母、九条、吹雪型駆逐艦、村雲、中巡洋艦、青葉、軽巡洋艦、鎮痛、どうやら海軍さんたちのようですね。なんか楽器が多いですね。アコーディオンですよ。これ第一代城主。文録。ずっと続いてるんですね、これ。昭和53年まで。これ気持ち悪いですよね、これ。趣味悪いな、これ。って思いませんかね、これ。これ趣味悪いですよね。めちゃくちゃ。なんちゅうボトル。ボトルアートっていうのはこれ。ひどいな。うわギャランですよ、これ。うわいいね。この時代ね、車楽しかった時代ですよ、これね。この時代ってね、車が本当楽しい時代だと。ね、コルト・ギャラソー。まあ、いろんなとこ回ったんですね、これね。相当古そうですね。ちょっとこの写真気持ち悪いな。なんやろ。
気になるなこれ。この人形どうですか？皆さんどう思われるかな。ちょっとなんか感じるものあるかもね、少しね。あれ千斗くんじゃないですよね。違いますよね。違います。これ琴ですね。琴。珍しいね。これ三角屋根ですよ。これ天井が三角。カエルが鳴いてる。カエルじゃないな。虫ですね、あれね。観音さんも倒れてるしね。仏壇ですね、これね。ちょっとこの部屋気になりますね。この部屋ね。やっぱりこれだけね、こう、歴代のね、住職さん囲まれてるとね、なんか少し異質な感じはしますね、ここね。そうやな。なんや、お前もかいな。で、少しね、霊的に波動が来てそうなところへ、今、定点撮影行ってます。ちょっとね、見てみましょうね、いろいろね。はい、ここ誰かね、いるかな。割とね、霊的な感覚はおとなしい感じはあるんですよ。そんなにね、派手な感じはない。誰かいます？ここね、いろいろ拝んだりしてるんで、宗教的なとこなんでね、そういう宗教的な念は残ってるかもしれないですね。で、大体ね、いつもね、その仏壇の辺行くとね、すごく霊的な波動来るんですけど、今日はここね、そんなに来ないです。なんでしょうね。全体的にお
蔵なんで仏壇っていうかこれ全体が仏壇みたいになってるから関係ないのかもね。なんでしょうね。ちょっと気になるのはこの人ですね。ちょっと気になるのはこの人。なんやろ。なんで気になるんやろうね。こっちの人じゃないんですよね。この人なんですよ。なんでしょう。すごい気になるのこの人。ここのね、その写真の周りのこのモヤモヤもね、なんか気持ち悪いですよね。その劣化でなってんのかな。なんかね、なんか言いたそうな顔してんの。何か言いたいことあったら教えてください。何ですかね、何でしょうかね。なんかあります？ちょっと意識合わせていくとね、なんか言うてんねんな。来たのねって言ってる。来たのねって言ってんねん。実はここすごく気になるお人形さんがあるんですよ。で今ずっとねこの人の顔見てるとね、その人形さん関係あるんちゃうかな、この人と。いや全然僕の気のせいかもしれないし妄想かもしれないですけどね。来たのね。で目的はその人形さんを見に来たんですけどね。後で撮るんですけど、被るんですよこの人と。何かねよくわかんないですけど、持ち主だったのかもしれないですね。来たのねって言ってる。別に怒ってる感じも来たのねって言ってるんですよね。なんでしょうね。よくわかんないですけど、あまり気持ちよくない感じですね。この人形じゃないんですよ。実はね、この人形さんでもないし、あの人形さんでもないんですよね。もっと怖いやつあるんですよ。これでもない。ちょっと見に行きましょうか。これね。はい。これなんですよね。こういうとこに置いてあるの。これ床の間みたいな感じですよね。これね、どう思いますかね。これ覗いてますよね。腰折れてるんですが、これ向こう覗いてるようにしか見えないですよね、向こうをね。向こう何もないんですけど、これすごくね意志を感じるんですよ。何かねこう何かすごく意志を感じる。これね正直夜見に来るの怖かったんですよ。
すごいですよね。うわ、怖い。マジで怖いですよ、これ。見た目が怖いっていうのもあるんですけど、なんかね、すごくこっちをね、覗いてるように見えるんですよ。意志を持って。しかもこう、倒れてるでしょ。別に倒れる要素ないんですよね、これ。台が歪んでるわけじゃないんでね。これ下ね見たらわかるんですけど。台がね、倒れてるわけじゃないんですよね。なのにこの人形からね、こちらをね、覗き込んでるようにしか見えないですよね。言葉にすると、こう吹き出しをつけるとするじゃないですか、ここにね。なんて吹き出しここつくと思います？もう私は出ていくのとかね、そんなん言ってそうですよね。私は出ていくの。なんかもう口が動いて喋りそうな感じがしますよね、これね。顔潰れてるんですよ。なんでこんなことなるのかなってね。そしたら今からね、これちょっとね、エネルギー触ってみようかな。嫌やな、これ。うわ、僕がやってるのはこうね、この人形に、オーラがあって、そのオーラの中に手を突っ込むんですよ。こちらのオーラの手をね、ぐーっとね。うわ、どんな感じがするかって言ったらね、これ生きてる人のね、柔らかい顔触ってる感じするんですよ。うわ、気持ち悪い。でも気持ち悪いとはかわいそうですね、このね、人形さんなんでね。それはかわいそうなんですけど、今マジでね、生きてる人みたい。やっぱりなんかね、すっごい意志あるよ、これ。やっぱりね、なんていうのかな。出て行こうとしてた？もしかしてここから。あなた。ここから出れると思ってた？うわ、すごい。何？出ようとしてた？もしかして。マジで出ようとしてたのかな？なんかこっちわっと振り向いてもおかしくないような雰囲気、これ。すごいわ。どうなんやろう。なんか言って。ふーって言ってんの。笑ってるよ。なんか恨みとか悲しいとかなんかね、そんなんじゃないの。ふーって笑って。やっぱりそっちに行くよって言ってる。これ一人になってから、もちろんこういう体制になってるんでしょうけど、なんで一人になってからこんな動くの君。こんな状態に。一人になったら自由になったとかなんか言ってるな。そうな。夜な夜な一人でこれ、ガコンってこう前に倒れてるの。すごいよね、それって。私は出ていくのとか言ってるけど。出ていくの？いや、マジ怖いんですけど。動き出しそう。マジで動き出しそう。なんかね、ちょっと笑ってんのよ、この人形さん。いや、このガラスに顔ぶつけて、顔なんか扁平になっちゃってるよね。なんかそれもすごく怖いんですけど。どこ行くつもりなの？どこ行くつもり？うわ、気持ち悪いな。ごめんね、気持ち悪いってね。いや、マジで怖いんです、これ。
別にどこに行くとかはないみたいですね。そんなんじゃなくて、こっから出て歩き回ってどっかね、こう、うろうろするっていうような意味で出ていくって言ってる。子供？大人？どっち？やっぱりさっきのね、写真のね、あの人のイメージが来るんやけどな。そんなに古いもんなんかな、これ。うわ、すごいな。ちょっとこのままね、少しね、手をしましょう。なんか売ってます。さあ、にらめっこの時間です。皆さん、約5分間、目をそらさず、じっくり見てくださいね。人形が何かを伝えてくるかもしれません。頭の中に何かが入ってきたら、コメント欄に書いてね。
戻ってきました。さあどうかな。はい、いかがでしたでしょうかね。ちょっと表情がなくなったな。何やろ。なんかあった？さっきとちょっと表情が違う。まあこの映像では多分分かんないと思うんですけど、僕のこの感覚としてね見た時表情がちょっと消えたな。もしかして浄化された？上がった？もしかして上に上がっちゃった？今こう手をねずっと差し伸べてるんですけど、さっきみたいなね生々しさっていうんですか、生きた人間みたいなちょっとなくなってる。なんだろう、僕の感覚は慣れちゃったのかもしれないですけど、この定点の間になんか抜けた。なんでしょうね、わかんないですね。これでね目的を果たしました。この人形を見に来たんですけどね、正直この真っ暗の中とかね夜中にこれ見るのも怖いです。でもね、抜けたかな、魂抜けたかな、なんかそんな感じが少ししましたね。僕が関わると浄化される時あるんで、まあ心霊スポットクラッシャーっていう感じもあるんですよね。はい、それではねこういうすごいのがあればね飛んでいきますんでね、またそういう情報があればね教えてくださいね。はい、それではねジャンク屋 TV ね、これからもどんどんやっていきますんでね、よろしくお願いします。はい、それではね帰りますね。人形だけね覗き込んでるんですよ、外を。ものすごく意志感じるんですよね、これ。そっちに出るっていう。行くよって、行くよって、行くよって。はい、それでは失礼します。こっちかな。こっちから来たんですね。はい、帰ります。はい、これ暗。再び不可解な影が出現。そのままフェードアウトして消えていきます。
はい、それではね、ちょっと残ってるかどうかわかんないですけど、1軒だけあるんですよ。ここからまたさらに山の奥へ行ってきます。上がってくるんですよね。ここずっとね、今上がってきたんですよ。行けるかどうかちょっとわかんないですけど、墓がありますね。これはね、造花ですね。生の花じゃないです。造花です。さあ、この上ね、ちょっと上がれるかどうかわかんないですけど、行ってみますね。見つかるかどうか。行ってみます。こっから上がっていくね、これ。こっから。行ってきます。ちょっと雨降ってきましたね。小雨。なんかね、ホタテ小屋みたいなのが出てきましたよ。そんなにね。あれ、モリアオガエルですね。モリアオガエル。モリアオガエルですよ。これは何ですかね。農機具の小屋ですね。石垣があるんでね、もともとなんか建物かなんかがあったりねしたんでしょうね、これね。あれなんや。墓じゃないよね、こんなちっちゃいのね。いや、こんな墓ありやな。こんな墓おかしいですよね。いや、ありやで。方向としてはね、家があったのはこっちなんですよ。もうちょっとね、この上とか電柱立ってるからね、これね。重くそ家あったはずですよね、ここね。ここですね、多分家があったのは。今ないですね。こっちにはもうないですね、家ね。ないですよね。この辺りかな、もともと家があったと思われるのは。この上に建物見えないですから。ないですね。法華経置いてない、この深夜の1時とか2時に。はい。もうここにはね、建物ないです。確認ですね。今日はね。ここまでですね。
おそらくね、ここだと思うんですよ、あったのはね。あそこになんか建物、ちょっと小屋みたいなのあるんで、見てみましょうか。これはトイレです。こんな掘ってあるでしょ。トイレですよ、これ。台ですね、台弁ですよ、これね。土塀のね、ほんと雰囲気のあるトイレですよね。はい、これでね、まあ普通はね、そうですね、こうやってね隠してあるんですよ。まあ見えるんでね、この溜まってるやつがね。これが本当のね、声だめですね。ドツボとかっていうやつとはまた違うんですけどね。ドツボではないんですけど、声だめね。声だめっていうかトイレね。はい、これで、確認終わりました。家なかったです。ないと思ってたんですよ。はい。それでは帰ります。